今日のテーマは現状維持バイアス。人は変化よりも今のままを選びやすいんです。この動画では日常の例と心理的な背景、そして今日からできる対策を解説していきます。見終わる頃には必要以上に現状に縛られない自分になれるはずです。まず、現状維持バイアスとは何か。一言で言うと、変えるリスクより今のままを選ぶ方が安全だと感じる心理の癖。例えば、長年使っている古いスマホ、本当は新しい機種に変えた方が便利で安く済むのに、設定が面倒だし今のままでいいやと考えてしまう。これが現状維持バイアスです。買い物やサービス契約でもよくあります。このプランもっと安いのに変えられるけど手続きが面倒。他の会社の方が条件がいいけど乗り換えるのはちょっと不安。結果として損している現状を続けてしまうことも少なくありません。仕事の場面でも現状維持バイアスは効いています。新しい方法やツールを導入すれば効率化できるのに、慣れたやり方の方が安心と変化を避けてしまう。チームでも今のやり方で大きな問題はないし、変えなくていいよねと改善のチャンスを逃すことがあります。人間関係や人生の選択でも現状維持バイアスは大きな影響を与えます。この関係を終わらせた方がいいかもしれないと思っても、でも関係が変わるのは怖いと動けない。転職した方が成長できるかもと思っても、今の職場の方が慣れているからと止まってしまう。こうして変化のチャンスを見送りしてしまうんです。それではなぜ現状維持バイアスが起こるのか。理由の一つは損失回避。新しい選択にはリスクがつきものなので、失敗したら損だと考えてしまう。もう一つは不確実性への不安。未来がどうなるかわからないとき、人は分かっている現在を選びやすい。さらに慣れの安心感。同じことを繰り返していると脳は省エネになり、そこから動きたくなくなる。この3つが合わさって現状にとらわれてしまうんです。それでは放置するとどうなるのか。まず成長のチャンスを逃します。新しいスキルや経験を積む前に今のままでいいやで止まってしまう。次に無駄なコストが続きます。古い契約や非効率的な方法を変えないせいでお金や時間を失う。さらに人間関係やキャリアでも停滞が続く。このままでいいかが積み重なって未来の可能性を狭めてしまうんです。ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は変えなかった時の損を考える。このまま何もしなかったら1年後にどんな損があるのかをシミュレーションする。現状維持のリスクを意識することで動く勇気が出ます。
2つ目は小さな変更から試す。いきなり大きな変化は怖い。でも設定を少し変える。仕事の一部を新しいツールでやってみる。こうした小さな一歩ならハードルを低くできます。3つ目は期限を決める。次の契約更新までに調べる。半年以内に転職サイトを見る。期限を区切るとずるずる現状維持を避けやすくなります。状況別のミニテクもあります。買い物や契約なら自動更新をオフにして見直すきっかけを作る。仕事なら現状維持の理由をチームで紙に書き出す。人間関係なら変わった場合のメリットをあえてメモする。要は現状維持に隠れたコストを見える化することです。最後にまとめです。現状維持バイアスは誰にでも起こる変化を避ける心理。変えなかった時の損を考える。小さな変更から試す。期限を決める。この3つを意識するだけで今のままに縛られにくくなります。まずは日常の中で一つだけ小さな変更をやってみてください。次回は利用可能ヒューリスティック。身近で思い出しやすい情報が判断を左右してしまう心理をニュースや日常の例でわかりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画でご視聴ありがとうございました。